ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりじじいぜ。分裂したイデアが気になって眠れない。戦慄のブルーの続きが気になるな。んなもん気になるか。情緒不安定かよ。嘘じゃ気になるのぜ。どういう情緒だ。機動戦士ガンダムガイデンに青を受け継ぐもの。これを遊ぶ。そして今回はヌアンと、ヌアンとツインステックで遊んでいくぞい。おこれでコクピット感満載の臨場感あふれるゲーム体験ができるな。手元動画も映すので電波の足の動きを参考にするのぜ。というわけでかき氷のブルーハワイで進みながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノゲーム万歳。それでは始めていくぞい。簡単にゲーム紹介しておきますか。機動戦士ガンダムガイデンに青を受け継ぐものは、機動戦士ガンダムガイデン1戦慄のブルーの続編となる。機動戦士ガンダムガイデン3部作の2巻目じゃな。地球連邦のモビルスーツ実戦データ収集を目的とした隊、モルモット隊の隊長となった優香島。ジオンの基地襲撃の任務中に突然謎の青いジムに襲撃される。なんとか青いジムを撃退するものの、青いジムに逃げられる。いくつかのミッションをこなしつつ、連邦軍の基地を襲撃したジオンのエースパイロットがカルドムを撃退。優香島は実戦の中で成長し、隊でも連邦軍の中でも着実にエースパイロットとして認められていく。そんな折、優香島を襲撃したと思われる青いジムを搭載していたミデアがジオンの吸収を受け墜落。なんとミデアを吸収したジオンのモビルスーツも同様に青い機体であったらしい。青いジムとは、そして、ジオンの青いモビルスーツとは、謎だらけのまま第2巻へと続いたのだった。連邦とジオンで同じ青の機体があるのが謎だぜ。これからどういう展開になるのか楽しみだぜ。青を受け継ぐものは1996年12月6日発売ということで戦慄のブルーからわずか 2.5 ヶ月後に発売。もともと3部作として作っていたのでリリースが早いのは当たり前として、戦慄のブルーの時には対応していなかったツインステックに対応してきたのは素晴らしい。より臨場感あふれるゲーム体験を家庭でできたのはいいことだぜ。バーチャロン専用デバイスとなっていたツインステックが日の目を見ることができたのはいい。地味に場所を取るコントローラーだからね。バーチャロン専用コントローラーにしてたらもったいないお化けが出てくるぜ。もったいないお化けを知っている時点で年齢が知れる。私は永遠の18歳。永遠言うてる時点で18歳はロングアゴー。うるさいじじいか相場連れて行くぞ。生きたまま燃やさないで。なんやかんや言うとりますが、物語はいよいよブルーディスティニーというカジマが交わっていきます。その中でジオン側にも物語を複雑化させる要因が発生していく。そんな王道のストーリー展開。それが第2部青を受け継ぐもの。どやるねー。早速遊んでいくぞい。ジムパイロットの皆さんへ緊急任務です。ポイント47で極秘任務中のミディアがジオン偵察隊と接触、交戦状態となり、ミディアは敵の攻撃により被弾、付近に不時着した模様です。現在他の部隊も現場に向かっていますが、一番近い部隊は私たちの部隊です。味方の増援が到着するまでミディアを護衛してください。それから優勝医、あなたには皆さんとは別行動をとってもらいます。ミディアの積み荷を回収調査するため特殊ヘリが現場へ向かいます。そのヘリを護衛してください。それでは作戦の成功をお祈りしております。なんだユウ一人だけ特別扱いかよ。それではやっていくぞい。なんか私の上に乗っかってきてるんだけど。ツインステック手元動画じゃ。わしの華麗なプレイの様子じゃな。しかし、これ慣れるまで大変だった。慣れたら直感的な操作で楽しめるのだが、慣れるまでは色々と大変じゃったな。特にダッシュとロックオン。あとまっすぐ進むのが大変じゃ。まっすぐ進むのが大変なのか？ダッシュ時に両方のステックを前に入れておく必要があるんじゃが、なんか斜め方向とかに入っていたりして斜めにダッシュしたりするのじゃ。繊細なステックさばきが求められるんだな。そしてダッシュボタンの連打で左手の親指が痛い。左手の親指の動きが激しいな。左手人差し指のトリガーは視点の高さ変更ボタンだから、間違って押すとロック解除になるのでスポンは押さないように浮かせている。だから人差し指はまっすぐなのか。お、戦車だな。きっちり戦車を叩いて得点を稼ぐのじゃ。この距離で外すのかよ。わしのエイムを舐めるなよ。ほら2発目で当たった。また外したぞ。今度もきっちり2発目で破壊じゃ。ほら見ろ今度は1発じゃ。わしの成長っぷりに皆が驚いておるぞ。下手っぷりに驚いているんだよ。褒めるなよ照れるじゃろ。褒めてねえよ。どこからそんな自己肯定感が溢れてくるんだ。マリサ君、そんなことよりザッキャノンが出ておるぞい。ザッキャノンが出てくるのか。あのキャノン砲は中長距離でのプレッシャーがすごいのじゃ。撃たれたら一気に削られそうだもんな。ついてキャノンを封じるのじゃ。よしザッキャノンを倒したぞ。
ところで最初の方でヘリを護衛しろとかなんとか言われてなかったか？言われてたな。でも、あのヘリはもうミデアの横に着陸していたぞ。ジジイの護衛なくても無事到着したのか。自分でどうにかできるのに人を頼るダメなやつなのじゃ。甘えん坊なのじゃ。そういうことじゃないだろ。まあ、何にせよ安心してザクを殲滅できるのじゃ。そうそう、今作からビームサーベルの連撃が可能となっている。ズバーズバーと切りつけているな。より近接アクションに迫力が出たのじゃ。このように3連撃が可能じゃ。近接攻撃の爽快感が増したな。これはついつい狙ってしまうぜ。順調にザクを買っているのだ。お、戦車。ジジイミスっていたがスコアが増えてないから戦車倒してないんじゃないか？改めて見たら倒してなかったっぽいな。敵だ！まだ一機いるぞ！友軍は全滅か。ふん、ありがたい。これで姿を隠す必要もなくなった。青き死神よ、このニムバス・シュターゼンがエグザムの名のもとに葬ってやる。連邦の増票ともどもな。いきなりやってきましたジオンの青いモビルスーツ。イフリートかい？ジオンのモビルスーツイフリートにエグザムシステムを搭載したモビルスーツじゃな。ブルーディスケミーと同様に機動性が高くギュンギュン移動する厄介者。そしてミサイル連射もブルーディスケミー同様のチート的連射。そんなにミサイル詰めるのかよすげーってくらい撃ちまくってくるよな。例により友軍のジムにタグを取ってもらいつつ中距離でちまちま削る。そして隙あらば突っ込んで切りつける。としたいところじゃが、こやつ近接時にガードしやがる。それになんか二刀流っぽいぜ。そうなのじゃ。あの二刀流の武器をクロスさせてガードしてくるのじゃ。こちらのモビルスーツが機動性に劣る分劣勢になっているな。エリア外に誘導されてしまっているのじゃ。なかなか手の込んだことをしてくれるのじゃ。このまま気がつかずに追いかけてたら敵前逃亡扱いで銃殺系だからな。蜂の筋さんなのじゃ。オーバーヒートはやばいのじゃ。ミサイルの餌食。ガンガン走行削られているな。やめて止めてやめて止めて。振り向いたら突っ込んできてた。恐怖だな。さらにミサイルで重ねてきているぞ。何がジオンの騎士だニムバススターゼンね。お前なんぞジオンの騎士だ。増税するのかよ。増税エグザム。ニュータイプから税金をむしり取るのか。ニュータイプ判定がバババで結局増税。脱出しすぎで親指が辛くなってきているのじゃ。とにかくミサイル乱射で卑劣破連つ極まりないのじゃ。とにかく動き回っていないと即撃墜されそうだなとか言ってたら動けなくなったな。これは完全に鉄の缶オケ状態。あ、でも味方機がタグを取ってくれた模様。遠くで超ミサイル攻撃されていたな。あ、食らった。あとは我々に任せろ！さすがにこれ以上はイフリートの機体が持たん。連邦の青二歳が邪魔しよって。次に会う時が貴様とブルーの最後だ。なんだ、奴は。ブルーと似た動きをしていた。もしかして奴は。ひとまずクリアしたのじゃ。ツインステックの威力で評価が爆上げじゃな。
無駄なフラグを立てている気がしなくもないが。なかなかいい腕をしているって言われておるぞ。これは好評か間違いないのじゃ。死んじゃねえかよ。なんでじゃあ、褒め殺しかよー。わしのティターンズ入りがー。ティターンズ目指してるのかよ。ブライトに横柄な態度を取りたいのじゃー。新たに U の部隊に派遣された技術士官アルフ・カムラ。彼はミディアから回収された青いジムブルーのメカニックだった。そしてブルーのパイロットには U が指名される。謎のシステムエグザムを搭載したブルー。この死神の中で U は何を見ることになるのか。俺の名はアルフ・カムラ、技術士官だ。ミディアから回収したこいつはブルー・ディスティニー。俺はブルーと呼んでいる。あんたの腕を見込んでこいつを任せるぜ、ユウ。こいつは俺にもよくわからんシステムエグザムを積んでいる。その分ジムとは比べられんほどの高性能だが、かなりのジャジャ馬でもある。しっかりと手綱を引き締めてくれ。ユ少尉、私から本作戦を説明いたします。現在フィリップ少尉とサマナ中尉は他の部隊とともにカリフォルニアベースに進行中です。その支援のため少尉は F エリアにあるジオン軍のミサイル基地を壊滅させてください。少尉も知っていると思いますが、このミサイル基地にたどり着くには強力な防御施設を突破しなくてはなりません。少尉にはその施設のモビルスーツを殲滅していただきます。また後続のミサイル基地攻略のための特殊工作隊ヘリを狙う対空砲を先行して破壊し、最後尾のヘリが通過するまで支援を行ってください。あなたとブルーでなくてはやり遂げられない任務です。頑張ってください。ユウ、俺だ、アルフだ。ブルーの能力を引き出せればこんな作戦楽勝だ。もっともそう簡単に乗りこなせるものではない。そいつの前のパイロットはシステムが暴走して死んじまった。そう、お前たちにこそ言いたくな。いよいよブルーに登場じゃ。2部のステージ2でようやく主役機に登場できるのね。ブルーディスティニー、通称ブルージャがジムコマンドと比較すると機動性が大きく向上している。とにかく高機動すぎてオランジがさらに痛くなる。オランジ殺すぜ。そして敵へノースはすごくいい。普通のズボックとはフォルムが異なるな。ズボックよりも性能が向上しているモビルスーツじゃな。運動性能が向上しており側転で避けたりするぞい。モビルスーツで側転とか中に乗ってる人はたまったもんじゃないぜ。三半規管がぶち壊れているぞい。大軍用の砲台もぶっ壊しておく。ミサイルポットも実に厄介なのじゃ。油断していると装甲がドカドカ削られるな。これは一巻でも出てきたハイボックだな。色が違うな。あの時は白いハッボックだったが、今回は茶色だな。ゴップカイダの下カラーになっており。それにしてもブルーの機動性は恐ろしいほど高いな。マジで親指がぶっ壊れるぞ。そしてツインステックのボタンも結構反発が弱っているので、たまにへこんだまま戻ってこんかったぞ。マジで壊れる5秒前。MK5。フル。こういうところを一気に詰められるのがブルーのいいところだな。この接近離脱からの再接近で近接攻撃で仕留める。モビルスーツ乗ってる感覚もない。急3点からのダッシュとか多分 G で体も出てると思うくらいの勢いだ。この急3点は頭蓋骨の中で脳みそがトリプルアクセル状態ね。マジで目玉が飛びてる勢いじゃ。一番最初のエグザム暴走の時にパイロットが死んでたってのも納得できるわい。そういえばエグザムシステムってレイズナーの VMAX を参考にしたみたいね。青木 2ASPT レイズナー。レイズナーも機体は青だったな。機
体性能を大幅に向上させる VMAX システム。確かにエグザムシステムと通じるものがある。そして、このステージのタイトルその名はブルー。意図していないかもしれないがレイジナーであったヤバメはソ連と通じる感じじゃ。あったわねそういう会が。これほどの被害を受けるとは。しかし、味方気にないわね。このミッションは単身で敵の殲滅が目的じゃ。単身で勝ち込みミッションなのか。有価島無双物語じゃ。逃げる敗北を追いかけ回しているな。完全に性格が変わっておるのじゃ。イケイケのモビルスーツに乗ると人の性格も変わってしまうんだぜ。またまた背後から切りつけているわよ。と思ったら頭から突っ込んできたのじゃ。ひっくり返されたわね。勝ったみたいね。やるなあユウ。もうそいつを手足のように扱ってるじゃないか。よし、これからが本番だぞ。まだ本番じゃなかったのか。ひどい言われようだな。あんな敵陣に単独で放り込んでおきながらこの言い草。こやつらは悪魔じゃ。なんといい評価。これまた手厳しい。最低評価じゃねえか。ゲームオーバーでもいい評価だぞ。ミッション成功したのに何が不満だったんじゃこやつらは。言及間違いなしね。月の有給も全没収確定じゃ。防衛施設の突破に成功したユウ。しかし敵はブルーが基地に突入する前にミサイルの発射態勢に入ってしまう。これを止めるにはコントロール施設を破壊するしかない。ミサイル発射まであとわずか。果たして残された時間内に破壊することができるのか。タイムリミットの迫る中でブルーがその隠された本当の力を見せる。緊急命令です。敵がミサイルの発射態勢に入ったようです。すぐに発射を阻止してください。ミサイルを発射されたら部隊のみんなが。コントロール施設は基地内に分散され複数あるようです。データによるとその数は全部で5機。その全てを破壊してください。時間がありません。急いでください。俺だ、アルフだ。ユウ、ブルーに搭載されたエグザムシステムは一定時間だけ機体の性能を大幅に上げることができる。今からそれを使え。それしかこの作戦を成功させる方法はないぞ。ついにエグザムシステムが解禁ね。ブルーの性能だけでもかなりすごいのにエグザムシステムまで使えたらぶっちぎりの強さなのじゃ。今回のミッションはミサイル発射の阻止。エグザムシステムのリミット内でミサイル施設を全て破壊することがミッションじゃ。というわけで最短でミサイルを発射施設を破壊するぞい。最初にテロップみたいなのを壊しておく。こいつガンガンミサイル撃ち込んでくるので厄介なのじゃ。こちらもジャンプしてミサイルを撃ち込みまくる。量子破壊。早いわね。今更じゃが原作にはなかったマスクが左下に追加されておる。これがすこぶる便利なんじゃ。索敵に使えるな。中塗りの四角形がミサイル発射施設になっておる。ガンガン勝ち込みに行ってるな。脇目も振らずに一気に叩くのじゃ。めちゃくちゃ忙しそうなミッションだ。敵もこんなに高機動なモビルスーツが脇目も振らずに施設ぶっ壊しまくってたら怖いだろうな。狂気じみた何かを感じるぞい。めっちゃミサイル食らった。ユウ、俺だ、アルフだ。
よくやってくれた。お前ならやってくれると思っていたぜ。これからも貴重なデータをたんまり頼むぜ。さすがですね、優勝員。本当にすごいです。アルフの野郎、野山の声なのに性格はひねくれているな。さてさて評価よ評価。超短時間でミサイル発射を阻止したんじゃ。そりゃ高評価間違いなしってもんよ。前回下がった給料を超えて一気に高級女。なんじゃこの評価は。散々な言われようね。これ施設破壊だけじゃなく敵モビルスーツとか他の施設もしっかり破壊する必要があったんじゃないの？ほらほらいい評価またいただいちゃったぜ。ぐぬぬぬ。地球連邦の評価制度は土地狂っているのじゃ。最悪な人事なのじゃ。またまた言及間違いなしね。ミサイル発射の阻止に成功した U。 しかしそれはエグザムというシステムを積んだ機体とパイロットである U の精神力を限界まで酷使してやっと成し得た勝利だった。そんな U とブルーに非常にも新たな命令が下る。カリフォルニアベースで戦う U 軍と共に敵の掃討作戦に参加しろというのだ。 U とブルーに休息の時はない。新たな作戦指示が出ました。 U、 このまま南に移動しカリフォルニアベースの掃討作戦に参加してください。ジオン軍のミサイル基地の破壊により背後の脅威を取り除かれ、 U 軍はかなり有利に戦いを進めています。今回は楽な戦いだと思いますよ。頑張ってくださいね、 U。 ユウ、やってきたか。お前の分も取っていたぞ。これで勝ったも同然ですよ。ドムですな。今時代に苦労させれたモビルスーツ。今度はブルーで挑戦だな。モビルスーツの性能の違いが、戦力の決定的差ではないということを教えてやる。性能が上のモビルスーツに乗っている方が使うと意味が変わってくるぞ。壮大な負けフラグを立ててどうする？ドムの機動力とブルーの機動力、どちらが上かはっきりさせるのじゃ。オイル私にもオイルぞキシリア。キシリアだと？あんなマスクおばさんが良いのか？わしからしたらキシリアも幼女。衝撃的発言。いや、しかし本当にドムの機動力についていけてるな。ブルー、すごい期待じゃ。ドムのサイドステップにも十分に対応できる。どうしてもエリア外にしっかり出されてしまうな。ユウ、この前の赤い肩が出やがって、そっちに向かってるぞ。勝利したようじゃな。でも、またイフリート回が出たみたいね。しつこいやつじゃ。ジムの時のようにはいかんぞ。さてさてお楽しみ評価タイムだぜ。結構、上手に倒せたと思うんじゃがな。敵施設は破壊していないのが心残りじゃ。コメントはいつになくいいコメントだな。ジェローわしに任せてもらえれば連邦の勝利は間違いなしじゃ。しかし C 評価。ぐぬぬぬぬ。納得いかん。 C 評価は給料据え置きだな。実質 E 評価で下げまくっているからな。極貧生活まっしぐらだな。パンの耳レシピを調べるのじゃ。天より舞い降りし、もう一機の青きマシン、イフリート。その両肩は、敵の返り血を浴びたように深紅に染まっている。ジオンの誇り高き騎士、ニムバスの狩るこの死神に、
U のブルーが対峙した時、お互いのマシンに共鳴現象が起こる。深くうなりを上げる2機のマシン。エグザムという同じ魂を持つ者同士の宿命の戦いが始まる。見つけたぞ、連邦の青いモビルスーツ。どうやらエグザムを扱えるパイロットが乗っているらしいな。よし、私とお前どちらが真にエグザムに認められた騎士か勝負をつけようではないか。さていよいよイフリート界との戦いですな。エグザムシステムが勝手に起動してしまったぞ。いかん、ユウ。エグザムシステムが勝手に入っちまったぞ。オーバーヒートする前にそいつを倒さんと無防備になっちまう。なぜか勝手に発動してしまったので、5分以内にイフリート界を倒さねばならぬ。勝敗スピード戦だな。生苦しい戦いなので、追いかけ回し展開だな。ミサイルが古い。ガードを無理やりこじ開けて攻撃ぶち込んだな。なんかよくわからんがガードをこじ開けた。ひたすら追いかけているな。こうなったら呪術ではなく気合じゃ。マシーンの性能差か。あエグザムを積んだ頭をやられちまった。データが。データの心配かい。というわけでミッションクリアじゃ。さてさて評価はどうなったか？頭ぶち抜かれたからな。甚大な被害を被ったな。出た B 判定。今回の評価は散々な結果だな。ちょっと、ファンの耳も買えないかもしれない。カビパン生活だな。ゲームには勝者と敗者を決めるためのルールがある。しかし本当の戦いにはそんなルールはない。あるのはただ一つの真実のみ。戦いが終わって生きている者が勝者で、死んでしまった者が敗者だ。エグザム同士の戦いで共にそのマシンは破壊された。しかしパイロットはニンバス隊、よくぞご無事で。しかし大事なイフリートとエグザムを失ってしまった。それですか。実は諜報部より連邦のエグザム研究所を発見者との連絡がありました。何？連邦のエグザムモビルスーツ1機とクルスト博士も確認されています。ついに見つけたぞクルスト。首を洗って待っていろよ。これで第2部完了じゃ。ということでゲームの感想を言ってみるぞい。やはり、このゲームは面白い。前作同様の操作性。とにかくカメラワークにストレスがないのが最高じゃ。ツインスティックがこれまた良い。楽しそうだったな。ストーリーもいよいよ佳境じゃ。次回は3部作の最終。エグザムシステムの謎なども明らかになるのじゃろうか。楽しみだな。それではアンケートの結果言ってみるぞい。皆さんアンケートご協力ありがとうございます。アンケートの結果はこうなりました。やはり神ゲー評価多いな。多くの人から評価されているゲームと言えるじゃろうな。神ゲーと評価している人が8割もいるってすごいわね。それでは神ゲー指数言ってみよう。それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するぜ。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。
このゲームの神ゲー指数は？ 69.0。これまた高い評価じゃな。ガンダムゲームの歴史に刻まれた良作ということじゃろう。それではコメントの紹介に行くぞい。皆さん、いつもコメントありがとうございます。早速紹介していきます。元チカさんのコメントです。ダッシュ攻撃の3段化、顔グラの追加、ライバルの登場。そしてブルーディスティニーに登場ジムとは違うのだよジムとハモー、最高の第2部ですね。顔グラ追加されました。そしてようやく乗れた青いやつ。むちゃくちゃ速くてリアルなら食べて物全部出しそうな勢いですが。ジーンさんのコメントです。途中で機体を乗り換えて性能の違いがわかるのが好きハンドグレネードからミサイルに変わり、当てやすくなったのもよし。ジムとの性能差に驚きつつ、強力な MS に乗れる高揚感も味わえますな。ミサイルは当てやすくなったのですが熱中すると存在を忘れてしまう。ノエルさんのコメントです。神でしょ3部作全部で言うつもり蒸気がブルーになってかなり強くなるから楽しさも爆上げなんですよね。敵も敵で二刀流チャンバラ専門カスタムでございとか抜かしながらミサイルがうざい騎士も出てきて盛り上がる。連邦軍のエグザム研究所を襲撃し、ブルー2号機を奪取するニムバス。残された3号機に乗りそれを追うユウ。エグザムをめぐる熾烈な戦いが繰り返される中で、やがて戦いの舞台は宇宙へと移ってゆく。次回「機動戦士ガンダムガイデン3裁かれし者」。君は青き死神と戦場をかける。予告だったんで間を取りました。神でしょ。ブルー本当にすごい機体ですな。これ一部に乗せないってすごいゲームですわ。ちぐさアンダーソンさんのコメントです。やっとブルーに乗れますね。ツインスティックを駆使して戦場を駆け回ってください。ガイデン2の発売が96年12月。セガバンダイの発表が97年1月。ツインスティック対応は何かの布石だったんじゃないでしょうか。あの時夢見たガンダムバーチャロンと共に全てが幻になりましたが。セガとバンダイの合併話、ありましたね。実現しませんでしたが、もし実現していたとして、ありえないですがセガバンダイナムコ、そしてアトラスと、まさしく女神転生邪教の館並みの合体ですな。機動戦士ガンダム転生、MS と MS を合体して新たな MS を。かなめさんのコメントです。当然、魔王ことなき神ゲーに一票戦慄のブルーから、ジムコマンドのアクションに少し変化が追加されていて、特にビームサーベルの連撃ができるようになりました後、メリジーさんもご存知の通り、青を受け継ぐものから、待望のツインスティック対応になった点は本当に嬉しいポイント。自分も当時、ツインスティックを買う予定など、全くなかったのですが、青を受け継ぐものをより、リアルにプレイしたいという一心でツインスティックを購入しました。モビルスーツを操縦する気分が味わえたので、より深く、青を受け継ぐものへの没入感を体験できました。ツインスティック販売に貢献していたんですね。自分はバーチャロンで購入したのですが、まさか30年近く経過してこのように活躍する場があるとは、わからないもんですな。連撃は神です。万年ネ太郎さんのコメントです。当時ツインスティックは欲しかったのですが、場所を取るので泣く断念しました。ハンドルコントローラーが鎮座していてどうしても置き場所を確保できず無理してでも買っておけばよかったな。ごめんのエフリート会は脚部ミサイルの連射が鬱陶しいですが、右斜め前方に歩くだけで避けられることをクリアをかなり経ってから知って脱力した思い出がありますしょう。ツインスティック、場所取りますよね。ハンドルも取ります。まあ、当時はゲーム機のアダプター類とケーブル類も場所を取っていたので地獄のような部屋でした。金狐さんのコメントです。1で苦労した分、ブルーに乗った時その強さを実感できるんですよね。そして今度はエフリート界の無限ミサイルに悩まされることにわら格闘判定とか何それって感じなので、3連撃中に突然反撃食らったりとか納得いかないこともありましたが、あのエグザム解禁ステージでの高速戦闘を実現できただけでも神ゲーです。高速バトルですよね。めちゃくちゃ速い。そしておっしゃる通り無限ミサイル地獄に苦しみました。コメントは以上になります。皆さんコメントありがとうございます。ありがとうなのじゃ。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。早いブルー早すぎじゃ。イフリート回も早かったわね。あの高速戦闘をセガサターンで実現できているのがすごいことじゃな。サターンポリゴンの妙な味がマッチするゲームだと思うぜ。次回はいよいよ完結編じゃ。楽しみじゃわい。プレイの評価は散々だけどな。それは、言わないで。